地球連邦政府は人口増加の対応策としてスペースコロニーによる人類移民計画を発表。2045年 NGO と呼ばれるコロニー公社が建設を開始。そして人類移住開始をもって宇宙世紀が始まる。長さ 42km 直径 6.4km 最大収容人口3000万人というコロニーの空調及び空気注入システムの規模は桁外れに大きい。しかし実際は各コロニー建設にあたりコロニー公社空気管理部の数人が配属されるだけである。機械任せのシステムにさほど人員はいらないということだが、文字通り人の命を預かる仕事なので責任は重い。彼または彼女の仕事はまずコロニー内に空気を充満させる、つまり人の住めるところにすることである。そしてコンピューター制御と裏腹に最終確認は原始的な方法でなされる。つまり空気が正常に蓄積されたであろうコロニーの中でこの宇宙服のヘルメットを取ることだ。データが全て問題なしだとしても意外と勇気のいる作業だ。というわけでここでためらってしまう係の者も時々いる。しかし彼が仕事を終えない限り移民は始まらない。コロニー内の空気を吸うことが彼の最大の仕事であり、最高の気分を味わえることでもあるのだ。やがて人が住み木を植え新しい町ができ人生を送っていくのだ。自分の仕事が誇らしく思える瞬間である。サイド3が独立宣言をして以降、ジオン共和国と地球連邦との諜報戦はすでに始まっていた。首相ジオンズム大君が死に、後を引き継いだデギン・ソドザビがジオン公国を宣言。戦争は不可避と予期され、連邦側は情報収集に全力を挙げた。その前日、宇宙世紀0079、1月2日、情報将校ローゼンバーグは幸せだった。別居していた妻と仲直りし、ベッドに入ったのが翌3日4時30分。そしてその電話を受けたのが6時31分。新高と言ってその電話は切れてしまった。山おろしと続いたらジオン軍が宣戦布告をしてくるということだ。通信が途絶えたのはここサイド1第13番コロニーの回線が突然パニックを起こしたからで、ローゼンバーグはその理由を考える前に飛び出していた。山おろしと続くことはほぼ間違いないと思われたからだ。その直感は当たり、ジオン公国は7時20分に宣戦布告をしてきた。そのわずか3秒後に最初の攻撃がなされ、ローゼンバーグは連邦軍駐留本部へたどり着く前に戦果を見ることになる。地球連邦本部に通達がついたのは7時45分。サイド1第13番コロニーが核攻撃を受けたのは8時2分。ローゼンバーグ最後の言葉は角を生やした亡霊が飛んでくるだった。これらはジオン公国が開発していた作業用マシンのスクープ映像だ。ミノフスキー粒子が発見され、ジオン公国は機動兵器モビルスーツの開発に着手したが、公式発表は作業用マシンの開発とされた。連邦側は警戒したが、開発元ジオニック社で行われているテスト風景の映像を入手。それを見るなり安心してしまった。どの映像からも武器としての可能性を発見することができなかったのだ。この映像は一般に出回り、一部のミーハーたちの間で可愛いと評判になった。ゆで卵の殻を剥くとか、毛糸のマフラーを編めるとか、積み木でお城を作ることに成功したとか、プリティなデマを作る始末だった。しかしジオニック社では MS-05 ザクで本当に積み木の訓練をしていたのだった。何を隠そう、スクープ映像はジオニック社が意図的に流したものであり、連邦のリアクションを試したのだった。連邦側はまんまと引っかかったわけだが、数あるスクープ映像の中でジオニック社がスレスレの影に挑戦したのがこれだ。この映像は作業用マシンのテストにしては少し変だからだ。連邦はジオニック社の不安をよそに笑っていた。しかし笑うべきは連邦のうかつさの方だったのだ。ミノフスキー粒子の意味するところはレーダー線の崩壊であり、白兵線の復活である。連邦側がもう少しその可能性に気がついていれば、ジオン公国のモビルスーツ開発も変わっていただろう。連邦の油断を確信したジオン公国は
ブラックボックスともいえる密閉型コロニーサイド3の中でモビルスーツの量産体制に入るのだ。資源に乏しいジオン軍が貴重な鉱物資源を宇宙へ打ち上げていた鉱山基地がオデッサである。すでに戦争は泥沼化しており、ジオン軍にとって死守しなければならない基地であった。また連邦軍から見ればここを奪回することが終戦につながると考えられた。そして宇宙世紀0079 11月7日6時00分、連邦軍の全地上勢力の半分以上を投入したと言われる最大の地上戦が開始された。オデッサ基地の軍司令官マクベは連邦軍の作戦決行を察知した時点から撤退を予期していた。地上での兵力の差は歴然としていたため、死に物狂いで向かってくる連邦軍の物量を跳ね返せるとは思っていなかったのだ。課題は作戦の最中、いかに大量の鉱物資源を打ち出せるかであった。連邦軍の猛攻の中、ジオン軍は防衛ラインの死守と HLV 打ち上げに全勢力を使った。マクベの期待した支援部隊は少なく、時間稼ぎの策も功をなさず、戦局は連邦軍優勢のままわずか3日間で撤退を余儀なくされた。最後の HLV の打ち上げを確認したマクベは、これであと半年ジオン軍は戦えると言葉を残した。11月9日17時00分、宇宙巡洋艦ザンジバルは主要な高官たちを乗せジオン本国へ向かって飛び立った。残された兵の多くは連邦軍へ投降し、地上部隊は壊滅状態となった。マクベの言葉とは裏腹に、その後ジオン軍は2ヶ月で降伏する。連邦軍よりも早くからモビルスーツ開発に全力を注いでいたジオン軍は優秀なパイロットも数多く輩出した。最大の艦隊戦といわれるルーム戦役でジオン軍は3倍以上もの連邦軍の艦隊と戦い勝利を収めた。これはモビルスーツがその機動性を余すところなく見せた結果である。中でも第6機動大隊第4小隊隊長のシャア・アズナブル中尉の功績はすごく、一人で5隻の戦艦を沈めるという記録を持っている。機動性があるとはいえ、燃料も少ないモビルスーツが5隻の船を沈めるのは並大抵のことではない。恐るべき短時間のうちに行われたその攻撃はシャアの護送飛びと呼ばれ、その光景は大きく彗星のごときであり、アズナブル中尉が自分の機体を赤く塗っていることと相まって以後赤い彗星の異名を取ることになる。しかし隊長機はノーマルと比べて 20% 増しの出力になっているというが、アズナブル中尉のザクは通常の3倍のスピードを出したという。なぜそれが可能だったのか、よく見てみよう。なんと噴射と同時に船の胴体を蹴っている。こうして燃料消費を効率よくし、かつ機動性も上げていたのだ。モビルスーツの開発ではジオン軍に遅れを取った連邦軍だが、手をこまねいていたわけではない。モビルスーツの機動性とその機動性を余すところなく発揮するための専用戦艦の開発が着々と進められていた。このプロジェクトは極秘中の極秘だったが、ジオン側は連邦に V 作戦ありと警戒していた。そして宇宙世紀0079 9月18日、ジオン軍の MS-06 ザク2 3機がサイド7へ侵入。移送中の連邦軍新型モビルスーツを発見。即座に攻撃に移った。ジオン軍の勢力圏からは一番離れているサイド7ということで、連邦側は油断していたのか、極秘プロジェクトにもかかわらずこの突然の出来事への対応はかなりお粗末だった。この時サイド7内にいて新型モビルスーツを操縦できる者は数名のテストパイロットたちだけであり、各自現場へ急行したもののたどり着けたのはわずか1名。しかし
モビルスーツに乗り込むことはできなかった。彼は自分の乗るべきモビルスーツ RX78 ガンダムがすでに何者かによって始動しているのを見た。その動きは彼の知っているどのパイロットの操作とも違うものだった。一体誰がと思ったその時、ガンダムはザクを切り裂いた。コロニー内でなんて危険な戦い方をするのだと驚いてしまったが、もっと驚いたことにガンダムを操縦していたのは民間の一少年だったのだ。とにかく史上初のモビルスーツ同士の戦闘は、1機のガンダムが2機のザクを大破、連邦側に軍配が上がった。ジオン軍は本国のあるサイド3を中心に勢力を確保し、連邦軍との間を宇宙要塞ア・バオアクー、そしてソロモンが固めていた。そのソロモンを陥落させ、サイド3へ肉薄するために連邦軍が取った作戦が星1号作戦である。しかしすでにジオン軍側は泥沼化していた戦局にかなり疲弊しており、要塞といっても戦力は衰え、後方からの支援もままならない状態であった。ソロモンの責任者ドズル・ザビはほとんど丸腰で戦う気分だったのだ。だがそんなことにはお構いなく、連邦軍はかつてない数の宇宙艦隊を集結。ソーラーシステムという大規模な武器を抱えてソロモン陥落に全力を挙げた。ソーラーシステムとは20メートル級の反射周光ミラー400万枚以上からなる巨大なシステムだ。平たく言えば太陽の光を一定の方向へ反射集中させる装置である。燃料は無限大、破壊力絶大な超兵器だ。この作戦は効果を上げた。ソロモンのわずかに残った戦力をほとんど一気に消滅させてしまったのだ。ドズルザビはソロモン放棄を決意。生き残った部下たちに、ここで死ぬよりア・バオアクーで連邦軍を迎え撃てと撤退を指示。自分は試作のモビルアーマービグザムで盾となり、ソロモンと運命を共にした。時に宇宙世紀0079、12月24日のことである。ジオン軍の組織的傾向はともかく、優秀なパイロットは数多くいた。ランバラル大尉もその一人だが、彼はパイロットとして優秀なだけでなく、ゲリラ戦の指揮官としても信頼が高かった。これはルーム戦域のワンシーンだが、激戦の中ノーマルスーツで宇宙型9位に乗ってゲリラ活動をするという命知らずの作戦だ。ランバラルの指揮下でなければ誰もついてこない戦術だが、彼は荒くれ者の兵士たちをよく統合し、数多くの隠密作戦を成功させている。これはランバラル大尉自ら戦艦へ降り立ち、部下を誘導しているところだ。彼らは素手で戦艦を沈める強者揃いなのだ。もちろん彼は闇雲に無謀な作戦を取っていたわけではなく、緻密な計算と成功する自信に裏付けられたものであった。同じくルーム戦域のワンシーンから黒い3機のザクが一糸乱れぬ連携プレーをとっている。黒い三連星と異名を取るガイア、オルテガ、マッシュたちだ。彼らはキシリア・ザビ少将の直属で、大隊に属さない独立部隊として活躍した。3機の動きは神業的で、時には一つとなり四方の敵を撹乱しながら旋回し、それこそ何が起こったのかわからぬうちに散っていった連邦軍兵士も多いのではないかと思われる。ジオン軍には数多くの優秀なパイロットと数多くの優秀な科学者が存在した。連邦軍に先んじたモビルスーツの開発もそれに由来する。そして
一年戦争が泥沼化する市内にかかわらず、科学者たちは日夜研究を続け、次々に新しい兵器を開発し続けていた。またそれは時として実際の戦局にオーバーラップするものもあった。このモビルアーマーはその一つである。拡大する宇宙での戦闘にモビルスーツの機動性と戦艦並みの破壊力を備えた新兵器である。その活躍創造図はまさかの戦果を物語っていたが、ジオン上層部は藁をもすがる気持ちだったのか、次々に試作が開始された。しかし科学者の常か、彼らは我も我もと自作の宣伝に力が入り、そのためモビルアーマー開発計画は裾野が広がりすぎてしまい散漫になってしまった。この無計画なプロジェクトは戦局が悪化し、資源不足に悩むジオン軍にとって思わぬ打撃となってしまった。結果はあふれる試作機の山だった。どの機種もその可能性を追求することができず、量産はおぼつかなかったのである。モビルスーツ開発でザクに費やしたのと同じように、機種を限定してより計画的にプロジェクトを行っていれば、大量に生産されたザクレロの活躍で戦局が変わっていたかもしれないのだ。ジオン軍にとって文字通り最後の砦アーバオア空の攻防戦で一年戦争は幕を閉じた。ジオンを戦争へ導いたザビ家もほとんど自滅に近い状態で崩壊してしまったためか、ジオン公国の高官たちはあっけないほど簡単に終戦に合意したのだ。それまでザビ家の陰に隠れてほとんど有名無実だったジオン公国首相ダルシアは、就任以来ほとんど初めてと言っていい大事な仕事をすることになった。和平協定の調印である。彼はかなり満足していた。事の次第はどうであれ、初めての仕事が終戦協定とはいいではないかと思っていた。解放された彼は迎えの車を断り、一人で歩き始めた。身の危険など少しも感じていなかったようだ。戦争が終わり、こうして散歩ができるのを他の誰よりも喜んでいたらしい。あるいは本国に山積みされた問題から逃避していただけなのか、本当のところはわからない。